講義の2つ目に入らせていただきます。皆さんお手元にあると思いますけども、テーマがですね、中国帰国者の通うデイサービス。なんだろうという気でね、思っておられるでしょう。で、今、金本様の講師ですね、これキリスト教社会館のこういう介護施設と言っていいですか、職員として働いておられる方なんですが、国際色豊かな人なので、自己紹介していただくんですが、私と社会館とのつながりは本当に林センター長とね、何でも行ってそこで高齢者、実はですね、介護職員の方があえてしておられるのはですね、日本人の高齢者なんです本当は。でも中国帰国者、この辺を詳しくねご説明をいただければと思います。はい、あとまたご質問を受けますのでどうぞよろしくお願いします。皆さんこんにちは。はい、今ご紹介いただいた通りと思うんですけど、私は広島キリスト教社会館デイサービスセンター仮の介護職員の金本凛香と言います。今日このように皆さんの前に実際に介護現場の話ができることをとても光栄に思っております。少しでもご参考になれたら幸いです。で、私自身もこのセミナーでさまざまな問題について学ばせていただき、今後活かせたらと強く願っております。よろしくお願いします。それではまず自己紹介をさせていただきます。じゃあ今日お話し内容なんですけど、まずはちょっと自己紹介をさせていただきます。私、中国の長春で生まれ、朝鮮人3世です。長春は長い春と書きますが、実は冬が長いんです。で、長春は新居と呼ばれ、満州国の首都でした。そのために長春には日本の勢力時代に象徴する多くの建物が残っています。で、学校は普通の漢民族の学校に通っていました。家では朝鮮語と日本語じゃない、中国語を両方使いました。そして2004年に日本、来日し、そして、日本で大学は国際コミュニケーションを専攻しております。そして2011年は不動産会社の営業マン、不動産業で勤めています。で、2014年に日本国籍を取得しました。で、社会館に入ったのが2020年のことです。その時は私が通っている広島体幹協会からの紹介で、その時はもう人に役に立つ仕事だし、とても楽しい職場だからとりあえず見学行ってみませんかって誘われて行ってみたら介護の仕事だったんですね。で、施設は築67年、かなり古いですが、とても温かみが感じる。職員も利用者さんもみんな優しいし、介護の仕事ができるかどうかはわからないんですけど、ここだったらやってみたいなと思って今日に至りました。で、まず最初介護に対してのイメージはやっぱりとても体力的仕事もきついし、いろいろマイナスなイメージが結構あったんですけど、一番心配されたのはちょっと家族が「あなたは介護の仕事できるの?」っていうのはすごく皆さん家族が心配で、反対だったんですけど、で、今私が楽しそうにデイサービスで働いているのは見て、今反対の声もなく今私の仕事を応援しています。で、次はキリスト教社会館を皆さんにご紹介したいと思います。広島市にある多様性と包括力のデイサービスセンターカリンは
広島キリスト教社会館の活動の一つです。原爆の爆心地から2キロ離れ、広島市西区にある町に広島キリスト教社会館は創設されました。小さき者に寄り添い共に生きていくというキリスト教精神に基づいて、多くの人々が誇りを持って生きる力を培うとなることを目的として、1957年中国地方最大となる被差別部落を支援するため創立され、以来保育園と学童保育事業を中心にやってきました。で、95年に高齢者デイサービスセンターかりんと訪問事業かりん許諾介護事業所かりんを併設しました。で、かりんは国籍や言語をとらわれずに平等にという精神に使われている施設です。地域に多くに住む在日コリアン1世も通っていました。設立当時は在日コリアン1世の利用者さんが半分占める曜日もありました。7年ほど前から中国帰国者、中国人の受け入れも始め、で続いて障害者を受け入れる共生型も始まりました。ブラック差別だけではなく、外国人に対する差別、障害者、性別、あらゆる差別について取り組みを進めています。一人一人は大切にされ、かけがえのない存在として尊重され、誰も安心して希望を持って暮らせる地域となることを理念としています。で、現在は中国帰国者は、利用者さんに64名のうちに12名、そして中国人職員は、28人のうちに、5人です。あと2人が韓国人の職員ですね。いわゆる多国籍共生型デイサービスです。で、続きまして、で、中国帰国者の現状、そして現在直面している深刻な問題についてお話ししたいと思います。で、カリンでは中国在留孤児ではなく中国帰国者という表現を使っています。敗戦78年を経って多くの中国在留孤児、在留女性の2世も80代、70代、高齢を向かってます。敗戦時に幼くして中国に取り残され、人生の大半を中国で過ごした彼にとっては、日本語をほとんど理解できず、帰国後、日本語を必死に勉強されていました。50代、60代になっておられ、マスターは困難でした。日本の既存の施設では自身の要求や体調状況を伝えることができません。医療については難しい医療用語、言葉の問題、医療機関の受診時、症状などを正確には伝えられない。また医師の説明はわからない。例を挙げると、医師がまだ痛いですかってある中国帰国者の方に質問したら、言葉の意味が十分理解できないので、もう痛くないのにはいって答えてしまうんですね。で、ずっと痛み止めを処方されます。で、それでまた正しい服薬の理解もできない状況が多いんです。で、また介護面では介護制度の申請手続きや仕組みもわからない。日本の食事の口に合わずにコミュニケーションを取ることができず、孤立を感じる介護サービスを利用せずに引きこもり状態になるのが今の現状です。で、このような帰国者を受け入れるのが7年前のことです。高齢ということがあり、病気や薬の服用など通院が必要となる利用者がたくさんおられます。その際に中国語と日本語が話せるスタッフが解除することによって帰国者たちも安心してデイに通うことが
できます。で、中国人職員の採用はもうとても大切でした。そして一人の、帰国者の方をご紹介します。M さんですね。この方は一番最初に中国帰国者として仮に来られた方です。今現在91歳です。広島県の高田県吉田町に生まれ、その当時11歳の少女は敗戦の年に4月、家族と共に満州国に渡り、翌年残留孤児になりました。戦後一人で中国に残されて、ひどい虐待を受けてました。入浴解除するときによくその後の傷跡を私たちに見せてくれるんですね。そういうやっぱり中国の方に虐待を受けてるから、でもその時に私に「この話は絶対日本人に言わないでね」って「なんでですか?」って中国人が日本人に嫌われるのは嫌だからって、すごく優しい方ですね。で、Mさんは56歳でようやく日本へ帰国されました。日本語は少し話せますが、仕事に就かず生活保護を受けて生活保護しか受けることしかできませんでした。日本帰ってきてもたくさん苦労をされました。日本語はうまく話せません。そして周りから中国人と見られ、友達もいなかったです。普通の日本人と同じ暮らしにしたいっていうのが M さんの長年の願いでした。今は6人の子供が当番制で M さんの面倒を見ながら週3回月水金が仮に通っています。塗り絵とカラオケが大好きです。はい。で、コロナの時に緊急事態宣言が出された時、たくさんの利用者さんがやっぱり感染対策として自粛される方が多くて、この方も持病があって家族が自粛してほしいって言いながらもM さんは、コロナにかかって死んでもいいから狩りに行きたいとずっと自粛はされませんでした。M さんが今が一番幸せというふうに言われてます。やっと日本人らしく暮らしができたようです。で、続きましてカリンでの異文化ケアについてお話ししたいと思います。で、まず中国語と日本語と韓国語は結構たくさん使っている多国籍な雰囲気の施設です。で、月曜日から土曜日までの活動日はほぼ中国人の職員がいます。で、そして日本人の職員も簡単な中国語で挨拶をしてます。例えばおはようございます、さようなら、ありがとうございます、頑張ってください、今お風呂行きましょうとか大体皆さんできてます。ただ現在は男性の中国人職員がいないので、仮には同性介助してるので、やっぱり男性の利用者さんが入浴するときに私たちがどうしてもその場で通訳できないのが現状です。そして男性の職員がみんな一生懸命中国語を習ってます。で、よくあれは中国語で何て言うのとか積極的に中国語を皆さん勉強してて、場合によって中国語を書いた紙を見せてコミュニケーションをとっています。そしてカリンのデイサービスセンターでの楽しみの一つはやっぱり食事です。で、帰国者は中華料理を好む方が多くて、また中国の習慣で冷たいご飯食べるのが苦手です。で、カリンの食事は全部2階の調理室で作って、韓国料理、中国料理、バラエティ豊富です。メニューにも韓国料理のビビンバとドットリム、ちなみに今日カリンのメニューが
ビビンバですでチヂミとかチャッチェ、ゆで豚、中国の八宝菜とかいろいろ用意してます。また旧正月の時、今ちょうど中国の旧正月の時期なので水餃子とか韓国のドッグも用意してます。で韓国のキムチはほぼ毎食出してます。で先ほどご紹介した M さんも彼の食事が大好きです。で家ではほとんど食事があんまり食べれない。で気になってる息子さんがわざわざカリンにちょっとカリンは一体どういう食事を出してるかをわざわざ見学に来られたこともあります。何を言ってる、うちの母は家ではほとんど食べないです。カリンではどうです？いやほぼ完食ですよって言ったらちょっと気になって来られたこともあります。また一人一人のその方の特色こだわり、こういうドレッシングは食べれないとか本当に細かい皆さんの要望にうちの調理の方が全部把握してそれを対応してます。本当にありがたいですね。はい、でいろんな大変なところだと、まず中国人職員が日本人利用者さんを解除する時の問題点では、カリンの中国人職員5人とも来日大体15人以上、日本語はペラペラまではいかないんですけど、ある程度コミュニケーションを取るは大きな問題はありません。で月曜日は中国帰国者は全体の3割を占めてます。で月曜日1日の活動を責任担当しているリーダーというんですね、リーダーの方も中国人です。でその朝の会の時にもちろん、日本語を前半日本語で言って、必ずその内容を中国語でも中国帰国者にも分かるように内容を案内してます。でまたもう一つの問題は日本人の利用者さんに信頼されにくいことがあるんですね。やっぱり最初の頃は帰国者だけじゃなくて中国の職員にも結構利用者さんから差別っていうか非難される方が多くて、でシナ人たちとかやっぱり非難されたり しましたね。で中国帰国者を受け入れた当時にやっぱり皆さん中国語で話してしまうんですね。で一部の方はわけわからん言葉話しんさんなよ、日本語で喋りんさいよとか結構きつく言われたりします。でまた中国語の発音が少しきつく感じるんですね。普通に喋ってもあの人たち喧嘩しとるとか、でやっぱり中国語も気楽に話せる状況じゃなかったんですね。人の顔色見ながらいた時があったんです。でやっぱり社会観は、どなたでも受け入れるところだよって、何語を喋っても大丈夫だよっていうのがずっとセンター長他の職員もずっと言い続けているから、今もう本当にたくさんの利用者の日本人の利用者の方も、今は普通に私たちを受け入れてくれてます。はい、まだたくさん話したいことがあるんです時間が質問にですか？いやちょっとまだまだちょっとぶっ飛ばしますね。カリンの行事をご紹介したいと思います。餃子作りですね。でこの人たちはもう帰国者たち、もう本当に餃子はこういう生地から作ってます。もうボランティアの方も職員も、はい、でその時まだコロナの時じゃない時だったのでこういったクッキングができたんですけど、今のこの時代ではとても考えられないんですね。ちなみにこっちの方はうちのセンター長です。
まあ利用者さんかセンター長がわからないぐらい、はい、でちょうど今の時期が旧正月で皆さん餃子を作ったそうです。いまだに皆さん言うんですね、あの時作った餃子が一番美味しかったなって。はい、でもう一つの行事は仮装大会で、この警察が逮捕されたような様子に見えるんですけど、実はこの方は韓国の方です。でそしてこちらハッピーを着てる方が帰国者の方で、もう着物も着たことないんですよ、日本人でも。それでまあハッピーで着てるのに着物だと思ってすごく喜んでます。でこのチャイナドレスを着てる方は日本人ですね。皆さんもう本当になんでわしにこんなことをさせるんだって言いながらでも笑顔満面で写真を撮ってますこれが運動会の時の行事ですね。で続きましてこれもお正月にある行事、ヤンガ、中国の東北のこの踊り、扇子を使った踊りなんですけど、はい、で私たち中国人の職員がヤンガそんなに得意じゃないですもう行事の前に公園で特訓しました。そして皆さんと一緒に私たちが踊るとやっぱり利用者さんたちも事前にも一緒に踊り出したり、普段五十肩で手上がらない方も自然に腕を上がったり一緒に踊った場面ですね。もう本当にこういった中国帰国者、そして韓国の方も、日本人の方もこうやって楽しむこういった行事をたくさんカリンではやってます。時間がないので、最後に、今後の課題としてはやはりさっきも申し上げたように、外国籍の職員がまだに少ない、特に男性なかなか募集かけても入ってこないっていうのが現実。そしてカリンのような多文化共生型施設もまだ少ない。もう広島ではカリンだけかなっていう感じはします。はい。で最後になりましたが、私が介護職を始め、自分の感想なんですけど、介護の仕事は人のためだけではなく自分のためにもなってます。そしてこういうこういう介護現場でも自分が力になったこともとてもやりがいを感じてます。はい。そして最後までご清聴ありがとうございます。すいません、だいぶ時間が過ぎてしまったんですけど。いやもう本当ねありがとうございました、金本さん。